は自分で勝手に負けた。ブレイキンに出会ったのが11歳とかで、姉がもう最初にヒップホップをやってて、そのままアミも行くみたいな感じで、そこのスタジオにたまたまブレイキンのクラスがあって、ウィンドミル挑戦してみたいみたいなところからきっかけで始めて、もうちょっと真剣にがっつり学べるところに行きたいって言って、たまたま出会ったのがその b ボーイのカツワンさんっていう人が教えてるスタジオで。ダンス見た時はある程度はなんか踊れてたんですよ。他のジャンルもやってたっていう話聞いてたんですけど、でもその技をやる時は全然できなくて、ものすごい悔しくて、帰ってからものすごい練習したみたいな。でその次の週に来た時にほぼ抜けてました。その時こいつやばくなるかもしれないっていうのは思いましたね。家の前のアスファルトに段ボールを二重かパタッとなのをガムテープとかでペタペタ止めてやってました。さすがにこの技今日はうまくいかないから、もう本当に怪我するからやめてって私の方が言うんですけど、もう自分の中でもいいイメージで終わりたいからって言って、それができるまでやり続けるのがアミで。ズボンを履けなくなっちゃって、あざだらけになりすぎちゃって、苦労があったからすごい嬉しかったっていうのもあると思うんですけど、ウィンドミルをゲットしたりとか他の新しい技をゲットするっていう達成感がすごい楽しくて、それでこう続けてったっていう感じですかね。こんなにアミがブレイクダンスとかにハマるっていうのもちょっと意外というか、これで溝の口行ったり、それこそ勝さんのワークショップ名古屋の方まで行ったりとか、仙台の方まで行ったりとかは全部この車で、もうこの車に布団とか毛布とかを入れておいて、アミはもうだいたい後ろで寝ちゃってとか。お母さんが1時間半ぐらい家からかけて送ってくれて、で私が練習している間2時間とか3時間とか、車で待っててくれたりして、で練習が終わったらまたその1時間半の帰り道を送ってくれて、でママは普通に次の日の朝とかは仕事行ってたので、本当にハードなスケジュールの中、ママはすごいサポートはしてくれてました。アミってこう結構人見知りもあるし、人に懐かないというか、やっぱり心配もあって、溝の口の駅でアミが練習している時にそこに椅子持ってってずっと待ってたんですけど、子供がやりたいように、やらせてあげたいなっていうのはすごくありました。楽しそうだったからっていうのはすごい言うから、本当に母の愛は偉大ですね。女の子がクルーに入ってるっていうのは珍しいと思うんですよ。でもその中でも b ボーイの良さに負けないような b ガールならではの良さもしっかり編み出してたので、欠かせない一人になってます。アミがバトルに出始めた時のシーンって b ボーイバトル b ガールバトルっていう風な区分けがなかったんですよね。もう b ボーイともやり合えるようになった b ガールの一人、頼りにしてるメンバーの一人ですし、すごい刺激をもらう仲間の一人って感じです。いや頑固です。私と真逆。でも頑固だからこそ、今の性格というかストイックにやってるのかもしれないんですけど、もう本当こだわってるのが伝わるんですよね。やっぱりポージング一つでもそうですし、一つ一つのフロアでもそうですけど、お手本になる存在なのかなっていうのは常に思ってます。すごい努力家なんで、自分がこの動きやりたいって言った動きはすごくレベルの高いところまでクリエイトしていく才能はすごいなっていう。一個の技ができるようになったらそれが完成じゃなくて、それを磨き上げてそれをやっと使えるようになるっていうのがすごい自分の感覚の中にもあって、それがポージングじゃなくてもその中間の動きでもかっこよくなるようにすごく意識してますね。負けちゃうムーブでも自分は結構好きだったりとか、
なんかあんまり気づいてもらえないだけでこだわり詰まってたりするムーブとか結構あるから、ただなんか細かすぎてあんまタッチに伝わらなかったりとかするから、あんまそれで勝ったことはないけどみたいな、自分は好きみたいなのはやったりとかしたりはしますね。自分がどんなに勝ったと思っても負ける時ってあって、どのジャッジ方法でもジャッジしてるのって人だから、自分が負けた時に後悔しないように練習しようっていうのは常に思ってます。どんどんこう次のイベントってくるから、もう一個一個に集中していくしかないなというか、そういう感じではありますね。周りの自分に対する注目度が上がったりとか、その人たちに期待に応えられなかったらどうしようとか、勝手に自分が自分にプレッシャーをかけちゃってブレイキンがちょっとつまんなくなったタイミングがあって、本当に練習は楽しくないってはよく言ってましたね。ちょっと新しいことを自分で挑戦していけるっていう時が練習してて一番楽しいって言って、コンペティションがもうすごいずっと続いてたから、今までだったら年にでかい大会なんて2個ぐらいだったのに、ソロで言ったらそれが多分年に本当に月に1回のペースとかであって、気持ち的にはめちゃめちゃ疲れてて、あんまりダンススポーツもやりたくなかったし、負けてよかったのかなって今は思いますね。多分勝って踊ってても絶対どっかで負けてたなっていう感じだったから、バトルで負けたとかいうよりは自分で勝手に負けたみたいな、クラッシュしまくって。アミの最大のライバルは一番は自分じゃないですかね。やっぱりあれの中で戦えるっていうのは本当に尊敬に値するぐらいやっぱすごいなと僕も思ってるので、でも絶対にそれをやりつつも忘れちゃいけないのが、なぜ踊ってるのかっていう。勝さんはたくさんもちろん教えてもらったんですけど、今考えて一番何教えてもらったかなって思った時に、ブレイキンは楽しくてなんぼ一番楽しいんだよっていうのをすごい教えてもらったなって思ってて、もちろん出るからには勝とうと思って挑むけど、やっぱ自分がブレイキンをやってるのは楽しいからだし、好きで始めたし、結局自分のためにやったことだから、それをプレッシャーにするのはやめようっていうのはすごい自分の中にはあります。ダンススポーツとかがブワーってもうでかい大会が今までではないほど続いてるので、このコンディションで BC1 に出ていいのかなっていう気持ちというか、でも BC1 はカルチャーの中のでかいイベントで、いつでも自分が立ちたいって思うステージだし、いざ出たら楽しめるステージだから、勝っても負けても自分がそのステージでレプゼンできればいいやっていう気持ちでなんか出ようって決めましたね。静かに見守って、好きなように、やってもらえたらいいかなって。とんでもないやっぱり茨の道を挑戦してる中で、別に負けても勝っても俺らは変わらないよっていう、そういった安心感がもう本当にいいんだよって、好きにやっていいんだよみたいなのを周りの人間はこの底からサポートしてあげる。ステージパッてこう上がってったら、あゆがちょうどなんか斜め前遠くの方でこうやってやってて、すごいなんかホッとしました。負ける関係なく、みんなフィジカル系強いから自分もフィジカルやりなきゃとか、そういうのを考えずに自分の踊りをして自分が行けるところまでやるっていうのが、それが目的で今回は来てて、ここもうラストやりきるぞっていう気持ちでした。今回は特にいつもより楽しそうにすごい踊ってたんで、ポジティブな部分が全部バトルで出てるかなって思って、これは大丈夫でしょ。
ブレイキンってやってるメンバーはみんな自分の体を鍛え上げて食生活気にしてってやってアスリートではあるけど、やっぱやってることはアートに近いものがあって、ジャッジが変わったら優勝者って変わるし、会場の雰囲気が変わったらもしかしたら変わるかもしれないし、確実な1位をつけられないって思ってるんですよね、いい意味で。自分が大事だと思ってやってるところが強みになってるから、自分のスタイルで勝てないんだったら別に勝つ意味はない。これから先も自分のやりたいことを極めていくっていうのに軸を置いておきたいなっていうのを思ってます。ブレイキン自体には何らかの形でずっと関わってる、それがただの観客かもしれないし、自分がもう動けなくなってもイベントに行くとか、どういう形でかは分からないけどずっと関わっていきたいなっていうふうには思ってます。